磐越道マイクロバス事故担当者がニヤニヤ会見。高校生1名が亡くなった事故。バス会社の担当者が笑顔だと話題です。世間の評価も当然厳しくなっています。思ったより笑っていて草。おっさん特有の立場悪くなるとニヤニヤするやつマジでイライラするわ。笑いながら対応する金子健二氏。問題点も山積みです。ざっと並べただけでもこれだけあります。白バス行為、レンタカー約款違反、過失運転致死傷罪、使用者責任、運行、強要者、責任、税金面でも厳しい追及が待っています。経費、損金算入の妥当性、消費税の仕入れ税額控除、申告漏れの可能性、給油課税、源泉所得税。蒲原鉄道の当期純利益は1342万3000円です。弁済余力は決して多くありません。ではこの事故はなぜ起こってしまったのでしょうか。実はかなり複雑です。構造、蒲原鉄道が関与した異常なバス手配の構造を解説します。今回の事故は単なる運転ミスでは済まない闇があります。まず学校側から安く送迎したいという相談がありました。これを受けたバス会社が提示した案が極めて悪質です。自社の営業担当の免許証を使ってレンタカーを借りました。会社名義で借りて代金を立て替えるという手法です。さらに深刻なのが運転手の確保の仕方です。バス会社の営業担当が自分の知人にドライバー探しを相談。そのまた知人という面識のない人物に白羽の矢が立ちました。ボランティア養成という名目で運転を依頼しています。この人物は運転歴すら把握されていない状態でした。こうして手配されたマイクロバスが死亡事故を起こしました。バス会社は手数料なしを強調して責任回避を図っています。しかし実態は名義を偽ったレンタカーによる白バス行為です。運送のプロが管理を放棄して素人に命を委ねた結果です。安さを追求した代償があまりにも大きすぎます。運行管理や点呼も一切行われていない無法状態でした。学校側も相場を無視したこの体制を容認した疑いがあります。法的な許可を無視した脱法スキームの犠牲者は高校生です。企業としての倫理観が完全に欠如した事件と言えます。今後厳しい刑事責任と民事責任が追及されることになります。世間の声。今回の事故に対するネットの反応は極めて厳しいものです。知人の知人に運転させたという無責任さに怒りが爆発しています。20万件を超える書き込みが掲示板や SNS を埋め尽くしました。子供の命を預かる自覚が欠如しているという声が圧倒的です。プロのバス会社を名乗る資格はないという厳しい批判。安さを最優先した学校側に対しても非難の矛先が向いています。特に世論が激青しているのが会見時の態度です。説明の合間にヘラヘラと笑みを浮かべるような不誠実な様子。遺族の心情を逆なでする不適切な振る舞いに批判が殺到しました。危機管理の観点からも最悪の対応であると言わざるを得ません。人の命を軽視しているという声は止まる気配がありません。名義を偽り素人に運転させた行為はもはや組織的な犯罪です。プロが法を潜り抜けて脱法スキームを組む異常な実態。この不誠実な対応が火に油を注ぐ結果となっています。ネット上では会社そのものの存続を問う声が上がっています。親御さんの無念を思うと胸が張り裂けるという共感のコメント。これほどまでに国民が憤る理由は会社の隠蔽体質にあります。真実を語らず言い逃れを続ける姿勢に絶望したという声。社会的な制裁は今後さらに強まっていくことが予想されます。一企業の不祥事では済まされない重い問いを突きつけています。笑顔。事故を受けて蒲原鉄道が会見を開いた際、モゴの社長と営業担当者の金子健二氏2名が出席しました。特に注目されたのが実務を主導した金子氏の言動です。記者の質問に対し笑みを見せながら回答する場面がありました。その様子がニュース番組や SNS で拡散され批判を浴びています。亡くなった生徒がいる重大な事故の会見とは思えない態度。不真面目に見える受け答えに世間からは怒りの声が上がりました。ネット上には謝罪の場にふさわしくないというコメントが殺到。特に知人の知人という曖昧な手配を語る際の口調。重大な過失をどこか気の事のように語る姿が報じられました。報道各社はこの担当者の態度を不誠実さの象徴として引用。緊張から来る不自然な表情との見方もありますが批判が大半です。遺族の心情を全く逆なでする対応であるとの指摘。この金子氏の振る舞いが会社の隠蔽体質を疑わせる結果に。コメンテーターもプロ意識の欠如を厳しく批判しています。会見映像を見た視聴者からは怒りとともに呆れの声も漏れました。企業の危機管理としても人としての良識としても異様な光景。人の命が失われたという事実と会見上の温度差があまりに大きい。この不誠実な態度は今後の刑事捜査にも影響する可能性があります。世間の怒りは単なる事故への批判を超え人格の問題にまで発展。一人の担当者の態度が会社全体の信頼を完全に失墜させました。刑事
警察はバス会社の家宅捜索を行い強制捜査に踏み切りました。直接の容疑は過失運転致死傷の疑いとされています。事故を起こした運転者個人への責任追及は免れません。さらに警察はバス会社の組織的な関与を重視しています。名義を偽ってレンタカーを借りた点に注目が集まっています。営業担当の免許証で借りた行為は虚偽申告に該当します。これが道路運送法違反に当たるか慎重に捜査が進んでいます。白バス行為は無許可で有償運送を行う重大な犯罪です。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。さらに運転手へのボランティア要請の実態も捜査対象です。名目上の無償を装った脱法スキームの解明が急がれています。運行管理や安全点検を怠った管理者への責任も焦点です。点呼やアルコールチェックが一切行われていない事実、運行管理者としての義務を放棄した過失が問われています。検察は今後法人としての処罰も視野に入れる方針です。プロの運送事業者が意図的に法を潜り抜けた刑事罰の重さ、死亡事故という重大な結果に対する刑事責任の全容解明、警察は押収した資料から指示系統を厳しく追及しています。脱法行為が常態化していなかったか余罪の有無も調査中です。法の網を潜ろうとした工作活動に刑事罰の下る時が迫っています。民事、被害者遺族による巨額の損害賠償請求も当然予想されます。死亡事故における逸失利益や慰謝料は数億円規模に達します。論点はバス会社の使用者責任と運行強要者責任です。民法715条に基づき会社は従業員の不法行為に責任を負います。さらに自賠法3条による運行支配と運行利益の帰属が焦点です。レンタカー代を会社が立て替えていた事実は強い証拠となります。手数料なしという主張も民事上の責任を免れる理由になりません。実質的に運送をコントロールしていた実態が重視されます。またレンタカー会社に対する契約違反の賠償責任も生じます。名義を偽って借りた行為は貸したと約款に明確に抵触します。保険の適用についても極めて厳しい局面を迎えています。違法な白バス行為と認定されれば保険金が支払われないリスク、その場合全ての賠償を自社資産で賄う必要があります。会社の利益徴与金4億円を超える請求となる可能性も高い。賠償金の支払いが滞れば会社構成や倒産に直結します。学校側に対しても選定責任や監督不十分の訴えが検討されます。安さを理由に脱法スキームを容認した過失が問われる場です。過去の判例では無許可業者への依頼も過失と認定されています。遺族坂弁護団は会社と学校の共同不法行為を主張する方針。巨額の賠償をめぐる法廷闘争は長期化することが避けられません。 G 税、国土交通省は蒲原鉄道に対し緊急監査を実施しました。死亡事故を受け北陸運輸局が異例の速さで動いています。最大の焦点は無許可での旅客運送という法律違反です。自家用レンタカーで有償送迎を行う白バス行為が疑われています。道路運送法4条及び78条に抵触する重大な違反です。事実関係が確定すれば事業許可の低下しが検討されます。これは運送事業者にとって最も重い行政処分となります。過去の事例でも死亡事故と悪質な法違反が重なれば高しが妥当。仮に事業継続が認められても車両の長期間の使用停止処分、事業停止命令により観光バスや路線バスの運行が不可能になります。地方公共団体が支出する補助金の停止も避けられません。コンプライアンス違反を理由に契約解除が相次ぐ事態です。安全管理規定の形骸化も厳しく追及されています。点呼の未実施や運転者の健康管理を怠った事実の確認、運行管理者の資格取り消し処分も確実視されています。行政はプロとしての安全確保義務の欠如を重く見ています。今後数ヶ月以内に運輸審議会を経て最終処分が下されます。他社への見せしめも含め極めて厳しい処分となる見通しです。処分の公表により企業の公的な信頼は完全に失墜します。再発防止策を講じても事業の再開は極めて困難な状況です。税金、バス会社による不透明な会計処理が税務上の焦点です。レンタカー代の立て替えは実態として経費と認められません。手数料なしという主張は税務上極めて不自然な取引です。正当な対価を受け取らない寄付金認定のリスクがあります。あるいは裏で現金を受け取っていた隠蔽工作の疑い、これらが発覚すれば重加算税の対象となる脱税行為です。ボランティア名目の運転手への支払いは給与とみなされます。源泉徴収を行わずに現金を渡していれば所得税法違反です。さらに事業実態のない名義貸しによる支出の否認、本来支払うべき法人税を不当に圧縮したと判断されます。消費税の仕入れ税額控除も認められない可能性が高いです。不正な取引に関連する消費税は還付や控除の対象外です。税務当局は事故をきっかけに過去の取引も調査します。学校側との間で日常的に不透明な処理がなかったかの解明、
帳簿に載らない裏金の存在を徹底的に洗い出します。会社が負担した自己処理費用が役員への賞与とされるリスク。個人の所得税としても多額の追徴課税が発生します。社会的制裁だけでなく税務面でも巨額の負担がのしかかります。法的認可を受けない闇営業による経済的利益の没収、税務当局による厳格な調査が会社存続をさらに追い詰めます。まとめ、安さを求めた学校と脱法に手を染めたバス会社の共犯関係、名義偽装と管理放棄が招いた最悪の死亡事故といえます。不誠実な会見態度は企業の隠蔽体質を世間にさらしました。刑事、民事、行政、税務の4方向から厳しい責任を負います。プロが法と命を軽視した代償は経営破綻という結末です。二度とこの悲劇を繰り返さないための教訓とするべきです。いかがでしたか？この動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。ご質問やご感想も歓迎いたします。